ート7始まり。軽く前回のパート6を振り返ると、銀河団という道との遭遇、七かまど博士言葉の圧強い、成人男性のドレスアップ。こんな感じだね。わからない？そんなあなたに朗報。なんとパート6のタイムラインからサクッと確認できるのだ。そして今回の目標は白帯式に行くことだね。白帯式には2個目のジム、移動手段の自転車があるということなのだ。ちなみに今回はこのクラゲの色違い、他に994個、つまり歩数は994個になってます。色違いの色は白で通常色とはだいぶ違うように見えるね。ノノクラゲはこんなに足細いのに時速50キロで走ることができるそうな。体についてるヒラヒラは歯ごたえがあって、パルデア地方では食用として使われているよ。代わってアニポケの話になるんだけど、竜巻に突っ込んで体のヒラヒラを落とす習性があるらしい。左の写真はチュロス買おうと思ったのに買えなかったノノクラゲ。なんか哀愁漂って個人的ベストショットだと思ってます。そうそう、今回の課題もあって、イカール以外の全体レベルアップ。今日のバトルはそこを意識していくよ。パパからもらったコイキングの強さ、しかと試させてもらおう。コイキング1、説明。魚ポケモン、タイプは水タイプ。種族値は素早さ S が速くて、他はまさに世界で一番弱くて情けないポケモンだね。そこが愛される要因の一つでもあるのかな。ほとんどポケモンを知らなくてもコイキングなら知ってる、見たことあるって人は結構いそうだよね。これ全然知らなかったんだけど、コイキング単独のゲームハネロ、コイキングがリリースされてるのよね。いろんなコイキングが釣れてバトル要素もあるみたい。気になった人はぜひやってみてね。ヒデオ6レベルもうちょっと上げたいな。レベリングのために野生ポケモンもエンカウントしたいところだね。カモン、ワイルドポケモンさん。実年していた捕まえていないポケモンも出ることに。ケムッソだね。芋虫ポケモン、タイプは虫タイプ。種族値はこの先の進化に期待って感じだね。ケムッソの進化はかなり特殊で、眉状態でカラサリスとマユルドに分岐するのだ。そしてカラサリスはアゲハントに、マユルドは毒ケイルに進化していく。アニポケだとハルカとムサシがケムッソをゲットして、ハルカがアゲハント、ムサシが毒ケイルに進化させていたね。ケムッソの進化はランダムみたいだから、このケムッソは果たしてどっちになるのかな。まあまだ捕まえてないんですけどね。ワッワッワ。タニはよくムックルに襲われるらしいから、お尻の尻尾で撃退しているらしいのだ。黄色ゲージでゲットできるのか。よし、ケムッソゲットだぜ。そしていつものニックネームタイム。今回のニックネームはちょっと問題ありなのだ。なぜかというと、アゲッソ、もうアゲハント進化前提なのだ。もうこれはアゲハントに気合で進化してもらうしかないのだ。頼んだぞアゲッソ。本日3人目、2人目のミニスカートなのだ。こちらのミニスカートはお嬢様っぽい感じだね。つまり賞金がいっぱいもらえるかも。つぼみー白さタイプだから、ここはムクーレ。よろしく頼んだよムクーレ。パート6の最初は6レベルだったけど、ムクーレも少しずつレベルが上がってきてるね。こ
こは新技の翼で打つついに飛行タイプ一致技。これでだいぶ戦いやすくなったんじゃないかな。ナイスムクーレ、良い感じ。果たして賞金は？金銭管理しっかりしているお嬢様だったのだ。これは賞金もらえなかったけど好感度はアップですね。野生バトルはいつも通り右上でお送りいたします。左か右か迷うな。とりあえず右に行ってみますか。ボウハンターの方も右の方が安全だと言っていたのだ。右上でしれっと秀夫がダウンしていたのだ。俺じゃなかったら見逃しちゃうね。このセリフがボウハンターアニメのセリフって割と最近知ったことなのだ。全然知らないから他にも有名なセリフあるよって人はコメントに書き込んじゃってください。お？見たことないトレーナーなのだ。めちゃめちゃ BGM が良い。ピンさん、お姉さんオーラまとってましたね。よし、ここもムクーレで一気に行くのだ。尿を吸い取りすぎじゃないですか。ただいま一つだからね。全然効かない。ここに来てムクーレの活躍、前回ちょっと上げておいてよかったのだ。無事つぼみ突破。チェリンモネ、アロマなお姉さんが手持ちにしていそうなポケモンランキングベスト10に入ってそう。チェリンボはさくらんぼポケモン、体育白砂タイプ、種族値は特攻 C、 バキ持ち高い感じだね。チェリンボの小さい実の方は栄養が詰まってて甘くて美味しいみたい。それもあってよくムックルとかについばまれたりするんだって。結構ムックルヤンキーさんなんですねあなた。小さい実は新カモに切り離されて他のポケモンの餌になったりするらしいよって説明してる間に倒したね。さあさあ先に進むのだ。今回は994個ということでストーリーが結構進みそうな気がするのだ。虫ポケモンムクーレさん大活躍の予感。あれ、虫取り少年は初登場？初手はケムッソ10レベル？これはかなりのケムッソ好きと見た。ムクーレさんお願いします。いけ、翼で撃つ。羽がふわっと落ちるエフェクト良いね。ユン様12レベル。まだ攻撃技覚えず。泥帽子もこのままムクーレでいけそうだね。我慢を解き放つ前に倒す。おう、一回耐えるんですねあなた。でもさすがに次の攻撃が耐えられないでしょう。いいよムクーレ、傷薬もだいぶ節約できてるのだ。そしてムクーレも12レベル。おめでとう。大丈夫だ少年、ケムッソ好きなのは十分こちらに伝わっているのだ。左上に双子ちゃんたちが見えたから準備。前回のパートで光とタッグを組んでいわゆるマルチバトルをしたんだけど、きっとこの双子ちゃんは一人で2匹に指示を出すダブルバトルになりそうなのだ。まあ正確には双子ちゃんだからマルチ対ダブルって構図になっているけどね。パチリスさんとパチリスさん、あれ、なんでピカール出てるのとりあえずパチリスさんの説明から。パチリスさんは電気リスポケモン、タイプは電気タイプ、種族値は特防 D、素早さ S、ガタ
ケモンをたしなんでる人たちからすればまさに伝説。ポケモンには世界大会 WCS というものがあって、 WCS2014 年覇者瀬潤選手が使用していたポケモンなのだ。何がすごいって、そのパチリスさんの超活躍したこと。バンギラスの岩なだれ、オーマンダの流星群、この攻撃を受けても立ち続けるその姿、そしてアタッカーを支える完璧なサポート。当時の映像が YouTube に残っているから、ぜひ見てほしいのだ。めちゃめちゃ興奮するぞ。この WCS をきっかけにパチリスさんと呼ばれたり、流星群を指で受けるイラスト等が増え、語り継がれることになったのだ。ちなみに WCS2022 の OP ではパチリスさんが出ているので、ぜひチェックしてほしいのだ。ポケモンの面白いところって技、特性、体育を生かして活躍させることができるところだよね。と言っても実際考えて使うことが難しい。そこもまた面白いところでもあるのかな。バトルの方はパチリスダウン2匹で同時攻撃すれば倒せるかな。パチリスが電気技を持っていなくて助かったのだ。忘れていたのがアワが2匹攻撃ってところ。序盤以外で使う技ではないから忘れがちだよね。知ってても知らない技的な。あれ、ポケモン7不思議妖怪一残しじゃないですか。というわけで無事ノックアウト。ムクーレ13レベル。お、影分身か。これは悩むな。 S がそこそこあるから上から鳴き声とかもありなのよね。体当たりから影分身に変更。よし、ヒカルコちゃんも13レベルになったね。ついにタイプ一致技のスパーク習得。これはだいぶ戦術の幅が広がった気がするのだ。看板があるってことはそのタウン到着かな。種マシンガン、一部お世話になった人いるんじゃない？ちなみに主はよくお世話になっていました。そのタウンだね。お花がいっぱいだ。お花鑑賞の前にしっかりポケセンへ。発電所？調子悪いのはまずくない？いつも回復ありがとうございます。にしてもタダで回復してくれるって良い施設だよね。アニポケだと宿泊できたりご飯も食べていたりしたけど、その2つも無料なのかな。あ、この前のインタビュー出てないかな。やってなさそうなのだ。もう番組で放送しちゃったのかな。まあまたインタビューされることもあるでしょう。そのタウン探索なのだ。なんたってこちらには994個あるのですから。はっはっは。素敵なお花屋さんなのだ。主の気分はよしくんの正直散歩。お、コダックじょうろもらったのだ。木の実を育てる必須アイテム。お花は変えたりしないのですかな。めっちゃドレスアップに使えそうなんですけど。あ、桃の実、確か状態異常の毒に効くんだよね。こちらにドレスアップのお花ありましたか。木の実と交換？お金じゃないんですか。まあお金も全然ないんですけどね。ここの好みももらっていいのかな。後でお花屋さんが植えてくれるでしょう。おれんとクラボの実ゲット。おれんは HP10 回復する好みだったはず。へえ、荒れた土地だったんだ。今のお花畑から全く想像できないよね。方法暮らしであの花とな。誕生日とか記念日に感謝の気持ちを伝えるためにブーケにして送るみたいだよ。
なぜこんなところにおかっぱ団が？申し訳ないけど本当に場違い感すごいのだ。確かに空気めちゃめちゃ良さそうなのだ。これでそのおタウン一周済んだかな。木の実発見。そういえばクラボの説明忘れてたね。クラボの実は麻痺状態を回復する木の実。今ゲットしたカボの実は眠り状態を回復する木の実なのだ。モモンの実が2つになったから埋めておくのだ。ここに戻ってくることがあるのかわからないけど、ついでにじょうろで水をあげて完了っと。また双子ちゃんかな。1人しかいないのだ。珍しい。お、パパに会いたい？迷子なの？宇宙人、なんかそれっぽい人たちを見かけたことがあるような。お父さんがいる場所は発電所か。とりあえず様子を見に行ってみるかな。本当は警察呼んだ方がいいと思うんだけど、まだ女の子の勘違いってこともあるからね。草むらバトルは右上。風車がたくさんあるから風力発電メインの発電所なのかな。やっぱり宇宙人ってあなたたちですよね。入るなよ、絶対入るなよって発電所には入れってことですよね。さあおかっぱくん、ここを通すのだ。ここは光る子ちゃんでイカくんお入れに行くよ。頼んだよ光る子ちゃん。催眠術？交換より初期催眠じゃん。先生催眠術。頭が新技光る子ちゃんのスパーク。いいダメージ。やはり1技は違うね。3回打たれれば当たっちゃうよね。眠りターンに関しては世代ごとに違うんだよね。この4世代では2ターンから最大5ターン動けない仕様だね。他の世代はきっと字幕に書いてるはずなので、そちらでご確認ください。果たして光る子ちゃんは何ターンで目覚めることができるのか。ちなみにここまで3ターン消費。4ターンか。これ痛くなかったらこっそり HP 持っていかれてたんじゃ。最長眠りは回避できた？スパークは物理技だから全然入らない。この鳴き声がかなり効いてるみたいだね。でもさすがにこの一撃で倒せるかな。ナイス光る子ちゃん。銀河団倒した BGM ちょっと壮大すぎやしませんか？それは一応深マスター目指してますから。何？鍵を閉めるだと。お花畑にいた人たちが持っているのか。ポケモンあるある隠し場所教えてくれちゃう。多分ベスト8に入るだろうな。空なくし。空なくしの説明。入手ポケモン。タイプは水タイプ。あれ？進化前は水単タイプなんだね。種族値は HP が高くて特殊方面が強い感じ。特徴としては生息地によって色が違うこと。西の海がピンク、東の海がブルーになっているのだ。生息地とか食べ物の関係で色が違うけど能力的には差がないみたい。ところでこの2種類だけで終わると思う？これは主の予想になるんだけど長くなりそうだから詳しくは後日ショート動画で。ちなみにカラナクシって名前の由来はモチーフになったウミウシの貝が退化してほぼない状態。つまり殻がないカラナクシってことみたいって言ってる間に捕まえたね。
ショート動画で話すけど、もしかしたらこのピンクの子がレアになることがあるかもね。名前は何にするのかな。名前はもちょちょ。今までで一番ビビッときた名前なのだ。さて、お花畑のおかっぱ団まで急ぐのだ。その前に回復。あれ、いなくなってる？はあ、この奥に行けるのね。やっぱりおかっぱ団穏やかじゃないのだ。今度は甘い蜜でガッポガッポポケモン捕まえて、ついでに蜜を美味しくいただいちゃおう作戦。そんなことはさせないのだ。甘い蜜は僕のものだ。はあ、2対1とは卑怯って思ったけど、1人ずつ勝負するのね。そこは良心的。イカくん、お願い光る子ちゃん。気合いダメか。急所だとでバフ関係ないから、しっかりした技選びしているのだ。嫌な音、これは早めに倒さないと。スパークでどこまで入るのか。よし、肩にまで持っていけてるね。ラッキーラッキー。光る子ちゃん決めちゃって。よーし、ノーダメージ突破。ユン様13レベル。これ攻撃技もしかして覚えない？さあ2人目もかかってくるのだ。こっちはノーダメージですけどね。ほう、こちらのおかっぱさんは2匹か。安定の光る子ちゃん交代。嫌な技仕掛けてくるね。それでもスパークで突っ込むのだ。充電。きっと訳があるはずなのだ。ですよね、主さん。テクニックゲースパーク。さすがに一撃だね。いいよ光る子ちゃん。次のポケモンが特殊で攻めるタイプなら充電も役に立つ。ズバッとなのだ。物理でした。まだわからないのだ。もしかしたらスパーク一撃で落ちな。落ちたのだ。おお、光る子ちゃんおめでとう。あなたはとても輝いている。主の操作ミスだったようなのだ。もうそろそろ強い深マスターがいるぞ。でおかっぱ団でも噂になってそうなのだ。おかっぱ団の皆さんチャンネル登録お願いしますなのだ。発電所の鍵を落としていくなんて、あの2人ボーナスどころか連休になりそう。甘い実くれるのおじさん。おかっぱ団の1人が変装して助けるって構図にすれば、長期的にはなるけど甘い蜜もらえそうだけどね。お花で埋め尽くされてるな。この近くの草むらにケムッソが生息してる理由はお花畑かもしれないね。このお花はさすがに草むら判定ではないかな。奥は特に何もなさそう。というわけで発電所にカムバック。拾った発電所の鍵で突入なのだ。お邪魔します。発電所の門番。ほう、ここにおかっぱ幹部がいるのか。さすがにもう警察に連絡した方がいいよね。
初の選挙は確かに遊びじゃないね。おかっぱ団はマジでおかっぱしかいないの？弱点をつけるひかるこちゃんにチェンジ。レベルも14になって頼もしく見えるね。一気に決めちゃってひかるこちゃん。このスパーク体に電気をまとって攻撃してるから、もしかしてボルテッカーの元なのかな。ナイスひかるこちゃん。いつも思うんだけど、ポケモンの悪の組織ってどういった採用基準なのだ？主人公にヒントになるようなこと言ったりとか、悪の組織なのだからそこはより慎重に言った方がいいと思うのだ。ポケモン以外のエネルギーも必要としているみたいだね。銀河団っていうぐらいだから宇宙に関係するのかな。パッと思い浮かぶのはロケットとか SF チックな感じのだと長距離ワープとか開発してるって感じ。まあこの先に幹部さんいるらしいから、そのあたりも聞いてみたいところだね。話によっては協力を。バトルに戻るのだ。初手にあるマー催眠なくてよかったのだ。というかレベル3あっても先制取られるのか。それでニャルマーは倒せそう。ポケモンあるある第3位。急所じゃなくても良い時に急所。ポケ勢ではよく無駄急所って呼ばれるやつだね。ニャルマーとスカンプって組み合わせ多くない？ラッキー。先制取られてるから、ここで麻痺引いたのは助かるな。よし、組み立て完了。ヒカルコちゃんもついに15レベル。ピカールに追いついてきた。お、ヒカルコちゃんもついに進化。これはめちゃめちゃ朗報だな。進化は20レベルとか24レベルとか、もうちょっと先かと思ってたから。うお、かっこいい。ルクシオに進化。ヒカルコちゃんおめでとう。ルクシオは電光ポケモン。タイプはコリンクと変わらず電気タイプ。種族値は順当に攻撃。えいが伸びて、タはマーマーって感じだね。明らかにモブじゃない姿。あ、実体続きだからね。ポケモンを取り上げられても仕方がない気がするな。ほっほう、幹部は4人いるのか。まあやり方が乱暴だからな。やっぱり話し合いよりバトルか。わかりやすくていいね。さあ、幹部の実力はどんな問題？手持ちは2匹。幹部だから気は抜かないぞ。初手ズバットか。ここはヒカルコちゃんが正解だったっぽい。ここは交代せずアワで攻めるよ。思ったより入らなかったな。こっちのポケモンにも何するのさ。さあ進化のお披露目だよ。レッツゴーヒカルコちゃん。後ろ姿も凛々しくなったな。威嚇でも結構ダメージ受けるね。さすがに一撃で落ちるかな。良いダメージ。ナイスヒカルコちゃん。ラストのポケモンはなんだ？アーブニャットか。ブニャットの説明をするね。野良猫ポケモン。タイプはノーマルタイプ。なんとあのニャルマーの進化先なのだ。種族値は素早さ S が112、 HP と攻撃。えい、もかな
めなのだ。ここは威嚇を入れるために交代。ブニャットは見た目通りずうずうしい性格らしいのだ。他のポケモンの住処であっても自分で気に入ったら自分の住処にしちゃうんだって。ヒデオありがとう。そしてごめんよ。ヒデオの時間稼ぎを無駄にしないのだ。企画1回目、保険でもう1回入れたいかも。攻撃するか悩んでいるね。ザックさんお願いします。11レベル差か。さすがに厳しいよね。でもなんとか2回目の威嚇は入れられそう。ヒカル子ちゃん威嚇頼んだよ。2段階ダウンなら後続も安心して戦えるはず。どのぐらいのダメージで抑えられるかな。8ダメージか。それなら大丈夫そう。良い削りギリカタさんってところかな。よし、麻痺を引いたのも大きい。これで光る子ちゃんが先制で動けるようになったね。木の実？こうやって木の実使うんだよって感じなのかな。確かにおれんの実の回復で各3から各4にずれたから正しい使い方って感じよね。光る子ちゃんギリギリだからここはピカール。ダメージは抑えられてるね。ヒデオとダックさんのおかげだ。意外と泡ダメージ入らないね。このまま急所とか引かない限りは押し切れそうかな。いや、フラグとかじゃなくてね、ジム線も悲しみの光ります線も一回行動が変わってたら負けてたからね。よし、ブニャットノックダウン。今回は犠牲は出たもののある程度余裕を持って勝てたかな。さあ、研究パパさんを解放するのだ。アチャーデンに取られちゃったのか。プルートって名前見ると脳内であの口調に変換される人いそう。へえ、新人幹部なんだ。だいたい新入りとかって裏ボス的な世界征服しますみたいなキャラいるよね。ポケモンとエネルギーで宇宙を作り出す。それはさておき、無事お父さんに会えて娘ちゃんよかったね。風船ポケモン。頭がエネルギーとエネルギーをぶつけて宇宙を生み出す。多分やってること霊術廻戦のお嬢さんの技、挙式紫と一緒なんだよな。あれ、ハンサムさん、連絡しておいた方が良かったのかな。はい、発電所制圧完了しました。だいたい追い払ったのは素晴らしい。だが一人では危険だ。我々警察を頼りなさいみたいな展開になりそうなんだけど。ほう、白帯式にアジトが。次の目的地白帯式だから絶対一悶着あるじゃん。幹部とのバトルでボロボロだから一旦即のタウンに戻ろうかな。そういえば風船ポケモンが出るって言ってたけど、出るようになったのかな。パチリスさん、あんなに説明したんだからぜひ捕まえないと。頼んだよ、ヒカル子ちゃん。ここで甘えるはありがたいな。これでダメージの微調整ができる。鳴き声のメリットって音技だから身代わり貫通するぐらい。パチリスさん、まあやってしまったものはしょうがない。光る子ちゃんおめでとうなのだ。
はいというわけで994歩終了。今回はまたまた銀河団パパさんを救い出せ谷間の研究所でお送りしました。ついに銀河団幹部との接触、ポケモンとエネルギーを使って宇宙を作り出す具体的な目的が分かったね。次の目的地はジムがある白体式。どんなジムリーダーか楽しみだね。今年中に登録者数5000人目指してます。幹部といい勝負してたじゃんって人はぜひチャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いします。次回パート8は3月28日10時公開予定ではまたパート8でお会いしましょう。バイバイ。